近はこのぐらいの時間になったけど、夏場はその前はもっと早い4時半の頃来て、朝ごはん前に一仕事して、暑くなるでしょ昼間。満の時期になるともう夏の疲れが来るんだね多分ね、朝も起きられなくて。これは漆を傷をつけると思う。やっぱり切れが悪いと傷つけるのが逆に大変だし、描く人によって漆の質が違うっていうほどなんかそういうふうに言われてるんですよ。漆の木ってこの辺では殺し柿って言って、10年育てて1年で描いて、切り倒したんですよ。でその木を倒した木を私は薪にしたり土留めの杭にしたりして、漆の木は軽いんですけども丈夫なんですよね、快適は。それで、なかなか腐らないって昔から言われてて、土留めの用の杭としては昔は使ってたらしいですね。昔は漆の木ってそういう斜面だとか山の方だとかそういうところしかなかったから、昔の方は大変だったらしいですよね。今はこうやって漆の木の脇まで車が入れるようないい立地条件だから描きやすいのは描きやすいですよね。非常に蚊とか虫が多いんで、もう虫除けとかそういうのしっかり、今はもう少なくはなってきてるけど、こういうのしっかりやってから始まらないとひどいんで、でこういう蚊取り線香もこういうのも、用意しておいて腰につけて、ここに鎌がこうあるようになってるんですけど、1年で描いてしまうから、私はこのはしごでできるだけ高いところまで描いてはいるんですよ。そんなに高く下だけ描く方もいらっしゃるんですけどね。21回、今日22回目ですね。最初1回2回は傷をつけても取らない、傷を慣れさせるっていうのかな。この3回目から少し取る。でまず描くところをですね、きれいにこれでこんなふうに毛が出したのはあんま良くないんですけどね、削りすぎちゃうの。皮がまだ薄いからどうしてもねペチャブある。この鎌はこうやって下からこの先のところではこう下からこうできるし、こういうところは今度は元を使って上からできるから非常に重宝な鎌なんですよ。でここから傷をつけていくんですね。するとこれが漆です。この時期になると出も悪くなるし、少しネバネバしたような漆でおそへんっていう漆なんですけど、夏の頃はもう傷つけるとさーっと流れるほど出るんですけどね。
これを本当に一滴一滴こうやって集める。で今度はこの後ちょっと出が悪い時にはこの尖った方で目刺しっていうんですけど、これで傷をつけて出が出やすいように傷をつけます。でこうやって一通り下が終わったら今度ははしごをかけてあとはこの辺もこう剥げたりこんな風に出てたりするんだよね。そういうのもこうきれいにしないと跳ねるんですよ。漆を描いた時にこのなんかこんな風に出てるとこれがポッと跳ねて顔なんかにつくんで漆が毎回ついてます肌に。だから帰ってみるとほくろが増えてるような感じで真っ黒に自分で気がつかないからもう固まっちゃって炎症起こしちゃう。そこだけ前私木の上で漆をこぼしちゃってこことここにこう漆をこぼしちゃって今もうすごい傷になってますけど、いやだからそんな好んで漆やる人は私は好きだからやってるけど、他にいい仕事があればそっちの方がいいよね多分だって10年間育てるのに毎年2回3回草刈りやるわけですよ。毎年10年間。そして10年目で初めて書いて、それが売れるっていうか なりますけど、そこを考えたらもう割の合わない仕事ですよね。毎年収穫して販売できるわけじゃないからね。多少漆の樹液が高いとしてももう10年で1回だから。涼しいからね今日は。暑い時はもう六方もかけないで休みながらやってますよ。じゃあしましょう。いつもこうやって一人で朝食事したりとか、あとメール見たりとかニュース見たりとかして少し時間潰して、こう畑とか山とかで食べるおにぎりとかって美味しいですよね。たまに山遊び行く時もねおにぎり持ってったり、疲れてる時はご飯食べると力出ますよね。あくまで10年ってのは目安で、大体10年、あと育ちが悪いと10年以上育てたりとかもありますけど、
育ててるうちに枯れちゃう木も結構ありますからね、剥く前に。200から 300cc ぐらい、牛乳1本ぐらいですよね。毎回どのぐらい取れたか測って記録はしてるんですよ。別にはしてるんですよね。400、これだいたい200なんで、器がだから200グラム、まあそんなもんでしょう。これで後で遠心分離に変えてゴミを取る。ゴミ気づくと入ってますよね。きれいにゴミを取ってチューブ詰めしたり、あとは違う器に入れて保管してますね、私は。でどうしてもこのキュウリは水分を含んでるんで腐るんですよ、状況に応じて。だから私は冷蔵庫で保管してるんですけど、こんな風に枠が抜けるわけですね。少しきついかな、ちょっとペーパーで。こんな感じで底が入るんですね。
じゃあこれに今度は漆塗ってみますね。もう漆4の薄め液テレピンが6または5対5ぐらい倍ぐらいこう入れて漆をねシャンのハケでこれをこうずっと染み込ませる。たっぷり十分に染み込ませる。ティッシュだともう一回取ってしまう。でここで示したタオルが入っているのでここに入れて3日ぐらいこのままの状態で置くということですね。乾燥したのはこれです。とのこですねこれね。これはきのこな。これ水ね。穴に埋めていくんです。穴を大体埋めたらば今度はここにサビっていうので埋めるんです。だからできるだけこう平らにして漆がきれいに仕上がるようにということですね。ここがね、ここにこう埋めちゃう。綺麗ですよね。霧の表情がこう出てきますよね、これね。工房主体じゃなくて、漆に関して少し楽しめる。だから中にはいろんなところの産地の漆の製品も置くし、まあ当然体験とかもやるし、漆だけじゃなくてちょっとお茶を飲んだりしてゆっくりしてもらえる場所提供も含めて今回こんな建物をしたんですけどね。非常にここ紅葉が綺麗なんですよ。だからあえてこの高台にして、前のこのワシノス山っていうんですけど、この山が見えるように。それで奥が漆のこちらは展示販売するスペースですね。漆に関わるものを少しずつ増やして、漆でこんなものができるんだっていうのをこう紹介したい。
でそれはできれば地元の人に紹介したい。醍醐には漆があって、その漆が原料としていろんなものができてるっていう、そうするとその漆に対する理解も深まると思うんですよね。窓から見えるのは漆の木なので、もう数年経てばもうあの木も描けるから、あそこで描いてそのまま漆を塗る、自分が描いた漆で器を塗ることもできるから、そういうのって唯一無二だと思うんで、そういうのがここで提供できますっていうのをちょっとやっていきたいですよね。いや、年金暮らしでゆっくり旅行してゆっくりした方がいいんじゃないっていう意見も、それは冗談半分にありますけど、私たちも60歳で定年退職して本当にフリーになったので、じゃあ死ぬまで何かやりたいことがあるんだったらば、もう子供たちに迷惑かけなければ好きなことやっていいんじゃないかなっていうのがあったので、だから自分らのペースで、空いた時に来てくださいっていう程度で、これからも同じようにねこういうペースで行くから苦労かけると思うんですけど、よろしくお願いします。お互い健康に気をつけて、そうだよね、長く頑張りましょう。